皆さんこんにちは。魔法使いリリです。花粉症の方にとって辛い季節がやってきましたね。今回は抗ヒスタミン薬などに頼らず花粉症を楽にする方法についてお話しします。私は以前花粉症に悩まされていましたが、現在ではこれから紹介する方法を実践することで快適に春の時期を過ごすことができています。できるだけ薬を使いたくない方やアレルギー体質を改善したいという方はぜひ今回の内容を最後までご覧ください。まず一つ目に紹介するのはティーツリーとユーカリのアロマを使った対策です。鼻のトラブルにはこの2つのアロマがとても相性がいいです。手軽な方法としてはマスクの外側に1滴ずつ垂らして呼吸をするだけ。それだけでも鼻の通りが良くなり、くしゃみが落ち着いてくる方が多いです。花粉症でマスクをして外出されている方はぜひ花粉の時期にユーカリとティーツリーを取り入れてみてください。また抵抗がなければアロマを使った鼻うがいはさらに効果を感じやすい方法です。以前上咽頭炎についてお話しした動画でアロマの鼻うがいの方法やアロマの蒸気吸引のやり方について詳しく紹介しています。詳細はその動画やノートをご覧ください。概要欄にリンクを載せておきます。ここで注意点があります。それは質の良いアロマを選ぶということです。アロマの中には合成のものもあり、効能がないどころか逆効果になることもあります。アロマを選ぶ上での基準を紹介していきます。一つ目に 100% 天然の精油であることです。フレグランスオイルやアロマオイル、エッセンスオイルなどは合成香料の可能性が高いです。精油やエッセンシャルオイルと明記されているものを選びましょう。二つ目に学名や抽出部位、抽出方法の記載があることを確認してみてください。そして三つ目に原産国が明記されていること。四つ目に遮光瓶に入っていること。五つ目に価格が安すぎないことにも注目してみてください。目安としては種類にもよりますが、1本2000円から3000円台が安心のラインだと思います。そして6つ目にオーガニック認証のあるものを選ぶと安心です。私のおすすめのアロマのブランドとしてはプラナロムです。ぜひ参考にしてみてください。2つ目に花粉の時期に私がよく飲んでいるハーブティーを紹介します。エルダーフラワーとネトルです。エルダーフラワーは抗アレルギー作用があり、鼻の粘膜の炎症や目の充血を和らげてくれるとされています。風邪やインフルエンザのケアとして使われることも多いハーブです。ネトルはヒスタミンの過剰な働きを穏やかに抑えることで花粉症のくしゃみや鼻水を軽減してくれると言われています。他にも花粉症やアレルギー対策としてよく使われるハーブにはペパーミントやカモミール、ルイボスティーなどがあります。ハーブティーは質によって大きく効果が異なります。ここで質の良いハーブティーを選ぶポイントについて紹介します。一つ目にオーガニックであること。二つ目にティーパックを選ぶ場合はマイクロプラスチックが含まれていないものを選ぶこと。三つ目に香料など余計な成分が入っていないことです。ハーブティーは必ず熱湯で抽出し、10分ほど蓋をして蒸らすのがおすすめです。こうすることでハーブの有効成分をしっかり引き出すことができます。3つ目に紹介するのはローズウォーターです。花粉症の時期に起こりやすい肌のかゆみや目のかゆみはローズウォーターがおすすめです。私はローズウォーターを化粧水代わりに使うようになってから花粉による肌のムズムズがびっくりするぐらい気にならなくなりました。またコットンにローズウォーターを含ませて目にパックすると目のかゆみや不快感が和らぐ感じがあります。ただローズウォーターは少しお値段がするのでコットンをひたひたにする程度を使うのはちょっと躊躇してしまうんですよそんな時は冷やしたカモミールティーをコットンに含ませて目にパックをするのもおすすめです。カモミールには抗炎症作用があり、目のかゆみや赤みが気になる時に役立ちます。続いて紹介するのはビタミン D です。
冬は日照時間が短くなり、さらに肌の露出も減るため、私たちの体内ではビタミン D が不足しやすい時期になります。ビタミン D は免疫バランスを整える働きがあると言われていて、アレルギー症状を緩和してくれる栄養素です。冬の間にビタミン D が不足した状態で、そのまま花粉の季節を迎えてしまうと、アレルギー症状が出やすくなってしまうことがあります。そのため、冬から春にかけてビタミン D をサプリメントで補うことはおすすめです。そして5つ目にかなり基本的な内容なので、そんなのもう知っていますよと思われるかもしれませんが、やっぱり大切なのはできるだけ家の中に花粉を持ち込まないことです。花粉が多い日は洗濯物を外に干すのを控えたり、外から帰ってきたらコートや上着は玄関で脱いで部屋の中に持ち込まないようにするのがおすすめです。そして可能であれば帰宅後はなるべく早めにお風呂に入って髪や肌についた花粉を落とすようにしてみてください。6つ目に光触媒について紹介します。光触媒とは太陽光や LED ライトなどの光に反応して空気中の有害物質や匂い、菌、ウイルス、花粉など分解無害化すると言われています。壁紙や天井にスプレーすることで室内の空気環境を整えるサポートをしてくれるだけでなく、衣類やカーテンに使えるタイプもあり、花粉症対策としてもおすすめです。私が実際に使ってよかったのはカタライズの光触媒です。今回は私が実践して効果を感じた薬を使わない花粉症対策についてお話ししました。花粉症に悩んでいる方はぜひ今回の内容を参考にしながら少しでも快適な春をお過ごしいただけたら嬉しいです。この動画が参考になったよという方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。